はいこんにちは。チェック5ね、プロ、これで、回転させて、ラインを描いたボール、ニューボール、それからラウンドして、あとはパターの実験でしか使っていないねボール、ワンラウンドの仕様で払い下げたボール、それからすっごく使っちゃってるボールね、帯が出ちゃってる、変形してんでしょうね。コアがずれたのか球体が少し変形したのかちょっと不明です。それはですけれども、毎回同じように帯が引かれるということは変形しているということだと思います。はい、このボールのカップイン率を見ていきましょう。今日撮影者がいないので手際が悪いですが、よろしくお願いします。まずセッティングですが、このパターンね、ピン型ですけれども、ボールを置く位置をね、ここですね、見えますね、マイナス1度の9ミリ浮かせで、ここがマイナス2度の9ミリ浮かせで、ここがマイナス4の10ミリ浮かせで、ここがマイナス6の15ミリ浮かせで、プラスマイナス0の10ミリ浮かせのプラス1の12ミリ浮かせのプラス3の15ミリ浮かせと、ちょっとアップすぎて何がないとか分からなかったかもしれません失礼しました。ここですね、ここがマイナス2の9ミリ浮かせ、ここがマイナス1の9ミリ浮かせ、ここがプラスマイナス0の10ミリ浮かせです。で、マイナス2の9ミリ浮かせかマイナス1の9ミリ浮かせ、どちらでもいいんですけど、ここの2つがすごくいいです。ですから、マイナス2の9ミリ浮かせにボールを置いて、打っていきたいと思います。で、なぜそうなってるかというと、ここね、見えますかね。0に対してハンドファーストの度合いが4になってますよね。ですから正面から見て、マイナス2度、このパターンロフト2度ですから、設定はこのようにハンドファーストになっております。この位置ですね。で、バックスイングの大きさはここまで、ちょうどこの間までね、ではやっていきたいと思います。はい、ではカップインの様がねわからないといけないので、このような設定にしました。Aボールの B です。 B とタイトリスト V1X 本間、ね、この3種類使いましょう。B のニューボールでもうバラバラにね何回も線を引いたので、赤道が最初だからこういう風にしてこっちに軸があるのかなと思って、それがこの赤道でもこの赤道でもこの赤道でも、ね、こうやって回るわけですからと思ってたんですが、そしたらここはもうね当然軸があるんですけど、この線も引かれました。こうやって置いてみたらこの線もシューッと引かれたので、問題ないと思います。球体でコアもずれてないと思います。で、最初じゃあこの線をカップに向けてね置いてみたいと思います。この状態です。この状態で置いてみます。で、次にこうですね、この状態で置いてみます。ちょっと分かりづらいかもしれません。今ね、この線がまっすぐですね。それに対して90度。こうなります。こうやって置いてみたいと思います。最初こちらです。はい。インパクトロフトはマイナス2度の9ミリ浮かせですね。バックスイングをここまで引きます。離します。うわ、すごくきれい。すごくきれいにど真ん中から。はい。今こうやって置きました。こうやって置きました。こうやって回転していったはずです。はい。で、今度はこうやって置いてみます。ね、それでこう回転していきます。B です。X
XS です。インパクトマイナス2の9ミリ浮かせ。はい、ここから、はい、問題ないですね。はい、全く問題ない。では次、本間さんでニューボールですね。ニューボール1本の線に最初また導かれそうになりましたが、結構バラバラになったんで、じゃあ1本単独のこの線にするか、この辺にしときますか。この辺にしときますか。じゃあちょっと分かりづらいのでここにしときますね。この線に対して、ライン通りを置くのと90度に置くのと、ね、そういうことです。まずはじゃあライン通り、このラインをまっすぐカップに向けます。インパクトロフトマイナス2の9ミリ浮かせで、ちょっと右から入ったけど、問題ないかな。はい、ちょっと右目でしたね。問題ないでしょう。はい、それでは今の本間さんを90度にしますよ、ね、90度右向けていきます。描かれた赤道がまっすぐではない90度だということです。なんか右目から入ったの、両方同じ位置、右目から入ったのはまあちょっと柔らかいからね、球離れの関係かもしれません。まあ問題なく入りました。はい、ではニューボールのタイトリストね、これもめちゃくちゃこうもうなってますから、どこに置いてもいいんですが、こんなボールですからどこに置いてもいいんですが、まあ、その中でもそうですね、ここ割とこのねスタンプのところでいきますか。この線をじゃあ向けていきます。はい、まっすぐど真ん中、はい、問題なし、はい、問題なし。ではスタンプの線を90度右向きますよ。いきます。問題ないね、ど真ん中。はい、まあここで問題があると大変なんですけど、ニューボールでランダムに引かれたボール3つとも問題ありませんでした。はい、ではラウンド仕様の線がほぼランダム、ね、じゃあ B からいきますか。ラウンド仕様のボールです。ラウンドは使用しました。ここ薄くなってるでしょ。使ったぞというね。で払い下げたボールです。でここいきますか。この線でね、 B の線のところに対して90度にこのラインを使います。はい、このライン B のマークのところかぶってるこのラインを使います。はい、では置く位置は同じですよ。マイナス2の9ミリ浮かせ。はい、問題ないです。はい、問題ない。では90度、はい、90度、問題ない。はい、B も問題なし。ラウンド使ったボールね。V1X もすごいこんな状態です。こんな状態です。このタイトリストというこれを横切ってるタイとを横切ってるこの線を使います。この線を使います。はい、いきますよ。ちょっと右目から入ったけどまあ問題ないです。若干のね、右目うんぬんっていうのは多少やっぱりシャフトのしなりもありますのでね、トルクもあるので、まあおいおいその辺は解決するようなシャフトが出来上がるといいんですが、はい、90度です。やっぱ同じですね。同じように若干右目から入ってる。硬さの問題かもしれません。VIX です。はい。
では次 V1 やっていきますね。 V1 です。タイトリストの T、 タイトリストの T、 ここを通過している77の右、これをねここ使います。まずはカップに向けて、ラインをカップに向けて、音もいいし真ん中。はい、では90度にします。音もいいし真ん中問題ないね。さあこっからですよ、問題は。まあここまでも結構いいっちゃいいですよね。ニューボールとラウンドを使用したねボールでラインが引かれる、チェック後でラインが引かれて、そのラインをカップに向けるパターンとラインを90度、パターンフェース面と同じ向きにするということですね。全部入りました。でボールの硬さによって若干ね、あと柔らかさによって真ん中よりちょっと右目っていうのありましたけど問題ないでしょう。ではいよいよいきますよ。本間さんの、おそらく変形してコアがずれてんじゃないかなっていうね。コアがずれてるのか、もしかしたら表面の変形が分かりませんが、はい、同じ場所からですよ。これはもう導かれてますので、この線を間違えようがないですね。この線ですよね。こうやって最初はやります。で次はこうやってやります。こうやってやります。最初これです。はい、では入るでしょうか。マイナスに9ミリ浮かせ。さっきからやってるこのマイナスに9ミリ浮かせっていうのは、このパターで一番ボールがスリップしないで順回転してカップイン率がいいところです。それでやってます。やばい入んないじゃないの。嘘でしょ。もう一回いきますよ。入んなかった。これは事件です。もう一回いきます。ラインをカップに向けてますよ。このバックスイングの位置ね。あれ今度は入る。どういうこと？さっきの最初から右に行きましたもんね。念のためもう一回いきます。ちょっと右に向いてたとか、そんなことないよね。はい、あるか。最初の1球がなんで外れたの？しつこくやります。外れたから。だって外れるのは事件じゃないですか。はい。打つの大変だったりそうだったり大変だから、ちょっとこれいきます。カップの方向けてます。入んない。オレンジ入んなかった。緑は入る。やっぱりずれてますね、ここはね。オレンジはね、今ね、この2本あるじゃないですか、こうね、導きられる。このいっぱい来ちゃってる方。こう向けました。はい、もう一回いきます。本間さんサンキュー。これ入る。きれい。しかもきれい。これいきます。オレンジ、さっき外れた。これも入る。なぜ？よくわからない。緑。入るね。右だけどね。今の危なかったけど。じゃあ90度にしてみますよ。今度ね。率として2球外れたってこと。では90度にしてみます。真ん中から入った。右から入った。右から入った。はい。どうしますかね。次いきます。B。まずはカップの方向いてます。入るね。
大変だからそれだったら大変だ。ちょっと口頭でいきます。まずカップの方向いてます。いきますよ。マイナス2ですよ。ラインがカップの方向いてます。入る。ネクストジェン。右から入った。ライトリスト。入る。スリクソン。入る。ボールビック。右から入ったキャロウェイ。入る。右からほんま。入る。真ん中からほんま。怪しいね今ね。右目ほんま。あ、下に今いっぱいだったかな。いっぱいだったからかな。さあ、だんだん答えが導かれてきてますよ。では今度90度ね、横ね。はい、90度いきますよ。はい、タイトリスト。入る。ネクストジェン。入る。スリクソン。入る。ボールビック。危ない。B。入る。ほんま。入る。キャロウェイ。入るね。はい。じゃあね。はい。垂直と、直進。これは入るわけじゃないですか。ね。カメラ位置を変えます。はい。垂直と直進方向は入るので、斜めにしてみます。斜め45度右。入る。ほんま。これ一応入る。さっき入んなかった。ほんま3球連続入ります。じゃあネクストジェン。入る。ボールビック。B。斜め45度、右斜め45度です。入る。スリクソン。入ります。タイトリスト。球が入るね。キャロウェイ。はい。さあ、はい、いかがでしたでしょうか。結論から言うと、ショートパット2メーター弱、ね、ショートパットはもうめちゃくちゃ使ったボールでも赤道出しをして、そしてその赤道を、垂直に向けても横90度にしても斜め45度にしても、ほぼ入った。で本間さんだけね、最初の垂直に向けた時に今2回ぐらい外れましたね、黄色とオレンジがね。ちょっと不明ですが右目に外れたということで、もしかしたら本間って柔らかいんですよ。すごく柔らかいんで、インパクトの時のこの自主的な反発、それがもしかポンってね出ちゃうのかもしれません。その辺ちょっと不明ですが、今日はチェック後のね、そのライン赤道を使って、どうかっていうね、しかもそのボールニューボールなのかランド仕様かすっごく使ったボールかと、それでどういう違いが出るかっていうのをね、実際にボールをカップインにね、様子を見てみましたが、結論としては全部入る大丈夫だということじゃないでしょうか。それぐらいボールのクオリティは高いと、ただし使い込んできちゃうとちょっと不安だそうで、そんなようなことが言えるのではないでしょうか。はい、では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。はい、またいろいろ企画していきたいと思います。よろしくお願いします。